昔の日本。父、葛飾北斎は青を愛し、才能を受け継いだ娘の大井は赤を愛し、そんな二人の合作。こちらは父北斎が獅子を描き、娘の大井は周りの花を描いたもの。そして、勝海舟の父、勝子吉のちょっと恥ずかしい思い出の場所。東京、墨田区両国4丁目。かつてここには東西約185メートル、南北約22メートルの広さの馬場があった。阪木稲荷神社。馬場を囲む土手に大きな阪の木があったことから名付けられたよう。武士が弓と馬術を訓練するための馬場の中に立っていたという神社。幕末の江戸城無血開城を成した勝海舟の父親、破天荒な勝子吉は、こちらの馬場のことを日記に少しだけ書いているのだが、暴れ者でいたずら者の小吉は嫌われていたようで、ある日稽古に行くと、阪の騎馬というところにて、前町の子供、その親どもが大勢集まりて、俺が通るを待っておる。一向に知らずして、その前を通りしが。それ、小谷のいたずら子が来た。ぶち殺せ。と、のしりおって、竹槍、棍棒にて、取り巻きしが、すぐに刀を抜いて振り払い。馬場の土手へ駆け上がり、沼堀へ入りよう逃げ込みしが、その時羽織袴なぞが泥だらけになりおった。という残念な顛末を書き記している。その後少ししてから浮世絵師の葛飾北斎と娘の大井が住み着き、みかん箱を少し高く釘付けになして、中には日蓮の像を安置せり。火鉢のそばには桜炭の俵。土産物の桜餅のかご。寿司の竹の皮など。取り散らし、物置と掃きだめと一様なるがごとし。絵のこと以外は無頓着な生活がうかがえるが、そのような生活が想像できない美しい作品を作り出している。富岳 36K の海のように北斎は青を愛し、娘の大井は赤を愛した。北斎が自分の美人画は大井には及ばないと言ったということも伝わっている。自らの筆運びがうまくいかないと嘆く葛飾北斎の弟子に対し彼女が言ったことには、父の北斎は小さい頃から80歳に至るまで毎日筆を握っているが、猫の一匹も満足に描けないと涙を流しながら嘆いていた。絵だけではなく何事もうまくいかないと自暴自棄になる時こそ上達する絶好の機会だ。こちらのお稲荷様は馬場ができる前よりずっと昔から当地に鎮座していたようで、関東大震災の後に発見された古い碑には、
和道2年下総の国亀沢村、亀沢稲荷神と記されていたので、今から1300年以上前の鎮座で、元は亀沢稲荷と呼んだよ